はい、皆さんこんにちは。今回はですね、エアバスはどうして A320 を開発したのか、またなぜこのエアバス A320 がベストセラー機になれたのか、これをエアバスの歴史とともに解明していきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。エアバス A320 は1980年代初頭に開発された中短距離旅客機なんですけど、この開発の背景にはいくつかの要因が絡んでいますので、これを今から皆さんと確認していきたいと思います。まず一つ目が市場需要の変化になります。1970年代末から1980年代初頭にかけて新しい航空機の需要が急増しました。この中で特に中短距離路線、この需要がかなり拡大していたという背景があります。そしてエアバスはこの市場において競争力のある航空機を提供することを目指し、エアバス A320 の開発に着手したということになります。2つ目の理由は燃費効率の向上ですね。石油危機なんかがあったり、またエネルギー価格の上昇などが背景にあって、航空機メーカーは燃費効率の向上を追求して新しい航空機の開発を進めたんですね。そして飛行機開発にあたっては新しい技術、そして材料を活用して燃費効率を高めて運用コストを削減しようというふうにして開発が進められたということになります。3つ目が革新的な技術の導入になります。航空機の設計、そして制御技術において革新的なアプローチを採用しました。それは何かと言いますと、従来の航空機と大きく違うところはフライバイワイヤーの技術、そしてデジタル化されたコックピット、これは今までの航空機と大きく違ったんですね。そしてサイドスティックの採用もその一つになります。4つ目ですが、競合他社との競争になります。エアバスはアメリカのボーイングとの競争に当時直面していました。そして A320 はボーイング製の中短距離旅客機、これに対抗できる製品を提供するということで、市場での存在感を高めることが期待されていたんですね。開発においてはかなりの苦悩もありました。まずエアバス参加国でもブリティッシュエアウェイズ、そしてルフトハンザについてはエアバス A320 の開発にかなり消極的でした。その理由といたしましては、ブリティッシュエアウェイズについては保有機の入れ替えが急務であって、この際新規開発では間に合わないと考えたためでした。またルフトハンザではナローボディよりもワイドボディを優先したかったという考えがあり、エアバス A320 の開発には消極的だったんですね。しかしながらですね、1981年にエールフランスの50機に及ぶ受注発表、そしてその後のフランス、イギリス、西ドイツの資金援助によって1984年3月に正式開発、そして製造を決定したという流れになります。かなりのね、開発までの苦悩があったんですね。ここで新たにこの開発で導入された最新技術、これについて紹介します。一つ目はフライバイワイヤーになります。フライバイワイヤーの本格導入はエアバス A320 が初めてです。そしてこれは何かと言いますと、パイロットの操縦入力、これを一旦電気信号に置き換えて、そしてそこからコンピューターに一度入れ、それから操縦画面を動かすというものになります。パイロットの操作に間でコンピューターが介在することによって航空機の安定性が非常に増します。そして現在のエアバス A320 では
航空機が不安全な状態になる前にコンピューターが介在し、それを防ぐという役割も担っています。そして今まではワイヤーでつながっていたものが、このワイヤーが必要なくなることにより航空機の軽量化にも寄与しています。フライバイワイヤーと同時に採用されたのがサイドスティックになります。エアバスにとってこのサイドスティックの採用は戦略上の重要な意味を持っていました。エアバスは今後開発するすべての旅客機に A320 と同様のシステムを搭載して、小型機から、大型長距離機に至るまで操縦性の共通化、この方針を立てていました。そこでエアバスはコンピューター制御の本格的なフライバイワイヤー技術を導入することで、全機種の操縦操作、そして操縦感覚を揃えるという戦略的な開発を行っていたんですね。A320 では従来の航空機が使用していたアナログ計器、そして一部のディスプレイ計器、そしてアナログ計器を使った航空機もありましたけど、それとは違ってほぼ全ての計器をディスプレイ化したところが大きいと思います。特にシステムモニタリングに関しては全てコンピューターに任すシステム ECAM エレクトリカルセントラライズエアクラフトモニターを採用しまして、航空機のシステムの状態を監視して異常が発生した場合は自動的に警告、そしてパイロットに対して取るべき手順、これを示すというシステムが採用され、これはかなり画期的で今でも十分通用するシステムですね。これが採用されたことが大きいです。グラスコックピットの特徴としてデジタルテクノロジーをベースにしているので、ソフトウェアのアップデートを行うことで常に航空機を最新の状態にすることが可能なんですね。ということで、最新の技術の導入がかなりスムーズに行えます。今の車に例えるとテスラがかなり似ているのかなというような感じですね。今までエアバス A320 の開発の歴史、そして航空機の特徴ですね、皆さんと見ていきましたけど、やはりこれがね、エアバス A320 を世に広めるために一番重要だったんじゃないかなと思うところを最後に挙げたいと思います。それはですね、エアバス A320 のファミリー化ですね。A320 は A320 を基準として4つのタイプが作られています。一番短い A318、 そしてその次に長い A319、 そして320を超えて一番胴体が長いエアバス A321 ですね。この4つのタイプが作られています。一番短い A318 では搭乗可能人数が100名ちょっとですね。そして一番長い A321、 これは200数十名まで乗ることが可能です。そして航続距離も全然違ってですね、あらゆる用途に対応できるようになっています。そして中身はというと、エアバス A320 を基準としてますので、部品なりそのシステムは全て共通されていて、パイロットはエアバス A320 のライセンスを持っていると、この4つのタイプの航空機に乗ることが可能です。これがエアバス A320 を世界にざっと広げた大きい要因じゃないかなと思います。今まで皆さんとこのエアバス A320 にフォーカスして、その歴史、その特徴なんかを見ていきましたけど、こういうのもね、楽しいですね。またいろんな航空機、そして空港の歴史、皆さんと紐解いていこうと思いますので、また次の動画も楽しみにしておいてください。では本日はどうもありがとうございました。では失礼いたします。